こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年11月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと11月30日をもって外れるタイトルをご紹介します。気になるタイトルをぜひチェックしてみてね。ストーカー2ハートオブチェルノブイリ11月21日発売日初日からゲームパスに対応します。チェルノブイリ原子力発電所の跡地にある立ち入り禁止区域を舞台にしたオープンワールドサバイバル FPS ゲームです。初代3部作から実に14年ぶりの最新作となりますね。FPS と没入型シミュレーション、ホラーの要素を併せ持った唯一無二のゲームプレイを楽しめる今作はアンリアルエンジン5を用いて作られていて、モーションキャプチャーなどの最新テクノロジーを駆使し、かつてない没入感を実現しているとのことです。また、60平方キロメートル以上のスペースを誇るシームレスなオープンワールドが用意されていて、様々な角度から世界の終末を思わせる雰囲気を体験することができます。そしてこの世界には多種多様な敵に何百通りもの組み合わせが可能な武器が存在し、様々な派閥のメンバーと出会って仲間にしたり戦ったりできる他にも、群れで生息するミュータントと遭遇することもあります。プレイヤーの前に立ちはだかる壁はそれらの敵だけではなく、食料や飲料、薬品、アルコールなど貴重な物資を探索して収集し、生き延びていくことも必要となっていて、広大な土地を冒険し、チェルノブイリの中心部に隠された真実を見つけるといった内容となっています。さらに冒険の最後となるエンディングは複数存在し、様々なストーリーを楽しむことも可能となっています。長らく発売延期が続いていた本作、いよいよのリリースとなりますね。ナインソウル11月26日発売日初日からゲームパスに対応します。古代中国の神話を題材にした 2D のアクションアドベンチャーゲームです。敵の攻撃をかわす、弾くといったスピード感のあるアクションを特徴としていて、ソウルライクならぬセキロライクと開発元が公言しているほどにセキロの影響を受けて開発されている作品です。剣での近接戦に弓矢での遠距離攻撃、そしてダッシュでの回避行動や空中ダッシュ、二段ジャンプ、壁登りなどを利用することができる他にも、敵の攻撃を正確にパリーすることによって強力な攻撃を繰り出せるシステムも存在するハイテンポな高難易度ゲームとなっているとのことです。私個人的には長いゲーム史上最も素晴らしい最高のアクションゲームはセキロだと思っているので、今作ナインソウルにもとっても期待しています。エイリアンダークディセント11月27日からゲームパスに対応します。こちらは Day1 タイトルではないためゲームパススタンダードにも対応します。映画エイリアンシリーズを題材とした一人用のリアルタイムストラテジーゲームです。プレイヤーは海兵隊を指揮して恐ろしい生命体と戦っていくこととなります。本作は一度やられてしまったら生き返ることはできないシステムとなっていて、敵はこちらの行動に合わせて動きを変えて追跡をしてくるため、慎重に行動していくことが必要になってくるとのことです。うまく立ち回り、危険な領域で命を懸けながら襲いかかってくる敵を殲滅していくといった内容となっています。さらに Xbox 版の原神が11月20日に基本プレイ無料で発売されます。オヨバースが開発するオープンワールド RPG ですね。美麗な映像と可愛いキャラ、そして美しい世界観が特徴の作品です。広大なオープンワールドを自由に冒険し、戦闘したり、ダンジョンを攻略したり、料理や釣りなども楽しめるようになっています。そして最大4人のオンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒にフィールドの探索やバトルなどを楽しむことも可能です。今作はゲームパスに加入しなくてもオンラインプレイを楽しむことができ、ゲームパスアルティメット加入者であればクラウドゲーミングを利用してスマホやタブレット、Fire TV スティックなどでプレイすることもできます。また PS や PC、スマホ版とのクロスプレイとクロスプログレッションにも対応します。またゲームパスアルティメット加入者向けに様々なアイテムがもらえるギフトパックが無料で配布されることが発表されています。ギフトパックの内容はこちら。ギフトパックは原神がバージョンアップすることに毎回もらうことが可能で、 Xbox シリーズ X と S で原神にログインすることでゲーム内でギフトパックのメールを受け取ることができます。
なお、このメールの有効期限は365日となっているとのことです。さらに Xbox シリーズ X S 版の配信開始を記念して特別なプレゼント、風の翼、交差する運命の翼を無料で受け取ることができるようになります。Xbox ではバージョン 5.2、11月20日から、その他の機種でもバージョン 5.3、1月1日から入手することが可能となり、こちらもゲーム内のメールで受け取り、メールの有効期限は30日となるとのことです。また、スパイロ、リーグナイテッドトリロジーが11月12日にサプライズでゲームパスに追加されました。アクティビジョンが発売元となる Xbox ファーストタイトルです。もともとは PS1 で発売されたスパイロ・ザ・ドラゴン、その続編のスパイロ・スパークス・とんでもツアーズ、そして日本未発売の3作目、スパイロ・イヤー・オブ・ザ・ドラゴンの3本をまとめてリメイクし収録した豪華な作品となっています。公式発表ではリマスターと呼んでいますが、グラフィックは完全に作り直されていて、リメイクと呼んでもいいであろう力が入った作品です。開発は後にラチェット&クランクシリーズや、現在ではスパイダーマン、Xbox ではサンセット・オーバードライブなどでも有名なインソムニアックゲームズが手掛けていて、PS1 のタイトルでありながらも、すでにそのアクションや操作性の良さは確立されているようにも感じられます。2017年にはクラッシュバンディクートリロジーが発売され、その翌年にスパイロもクラッシュを追いかけるような形でトリロジーとしてリメイクされました。今回のトリロジーではシリーズ3作を美しい映像で楽しむことが可能で、箱庭形式で作られた世界をドラゴンのスパイロとして自由に冒険していく 3D アクションゲームとなっています。ドラゴンならではの火を吹く攻撃や翼を利用した滑空など、快適な操作で気持ちのいいアクションを楽しめるのも魅力です。ただ、一つにして最大の問題点は、全機種において日本語には未対応であることです。おそらく、もともと PS1 で発売された3作目が日本未発売なこともあって、発売時点から Xbox One、PS4、そしてスイッチでも日本語は未収録となっています。箱庭型アクションとしてのクオリティはよく伝わっていて楽しい作品なので、日本語未対応でも大丈夫という方にはおすすめのタイトルです。そして猫ちゃんになって自由気ままに探索ができるリトルキティビッグシティと最大4人の協力プレイに対応したレストラン運営ゲームのプレートアップの2作が11月20日から新たにゲームパススタンダードでも遊べるようになります。これまではゲームパスアルティメットのみの対応でしたね。オンラインでフレンドと遊ぶプレートアップはかなり盛り上がるのでおすすめです。ここからは11月30日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ローラードローム、追加から1年で終了となります。オリオリシリーズの開発チームが手掛けるレトロフューチャーな世界を舞台にした三人称視点のアクションシューティングゲームです。敵を倒すことで HP を回復したり、トリックやグラインドを繰り出すことで弾薬を手に入れることができ、独創的なグラフィックで作られた世界観を直感的な操作で遊べるアクションシューティングゲームです。レムナント、フロムジアッシュ、追加から1年で終了となります。銃で戦う TPS 型の高難易度ソウルライクゲームとなっていて、最大3人のオンライン協力プレイにも対応しています。ただし日本語には未対応となっています。ゲームバランスはやや荒削りな印象ですが、TPS 型ソウルライクという意味では珍しく、触っていて楽しい作品ですし、根本的なシステムや操作性などに複雑な要素はないので、英語でも遊びたいという方は遊んでみてはいかがでしょうか。ワイルザ・アイロンズ・ホット、こちらも追加から1年で終了となります。2D のドット絵で作られたクラフトアドベンチャーゲーム。鍛冶屋として金属を鍛え、精錬し、作った部品を組み合わせて新たなアイテムを作り出していきます。フィールドで素材を収集したり、探索したりして新たなクラフト能力を成長させ、鍛冶を行うことで廃墟となってしまった村を再建させていくといったゲーム内容となっています。スピリット・オブ・ザ・ノースエンハンスド・エディション。本作も追加から1年間で終了です。ミステリアスなアイスランドの風景にインスパイアされた三人称視点のアドベンチャーゲームです。本作には戦闘要素はなく、モフモフの狐を操作して自然の景色を楽しみながらパズルを解いていくという内容のゲームとなっています。コナンエグザイル、
追加から3年で終了となります。オンラインで遊ぶことができるオープンワールドサバイバルゲームですね。戦闘の他にも建築やクラフトなどを楽しむことができる作品となっています。サッカーストーリー、追加から2年で終了となります。ボクセルアートで作られたサッカーを題材にしたオープンワールド RPG です。日本語には未対応となります。ということで、今回は2024年11月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、11月30日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。